どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回の砂利と泥を敷き詰めた水槽の立ち上げ動画は見ていただけたでしょうか？まだ見ていない方は概要欄のリンクから見てやってください。今回はようやく低床のセッティングも終わったということで、肝心な作業に入っていきます。この時の自分はノリに乗っていたためめちゃくちゃ張り切っています。その結果、どういった結末になるのでしょうか？それでは早速やっていくんですが、前回はケト土と津軽プレミアムを敷き詰めたところまでをやっていきました。ざっくりと低床の機能について説明すると、ケト土は砂利には全くない栄養分を補給することと、弱酸性の水質に保ってくれるというところから入れてます。量は2リットルの袋2つということで、合計4リットル入ってます。肥料分が60センチ規格水槽に4リットルも入ってると考えれば頭おかしいくらい多い気もしますが、いつも栄養がたっぷり入った土を焼き固めた粒みたいなのを10から20キロ入れてるのも大概なのでセーフ。その上にアクアリウムの固形肥料代表という面をしているテトライニシャルスティックを規定量より明らかに超えている分量で振りまきました。そして上に敷いている津軽プレミアムは半永久的に使える低床として入れてます。砂利の中でも水質に影響を与えづらく、比重もいい感じで粒も尖ってなくサイズ感もバッチリ。おまけに色味も自分好みということでパーフェクトな砂利となっております。ちなみにこの水槽内には4キロの津軽プレミアムを4袋半、合計18キロ入れているので、低床の厚みが大変なことになっています。まあ一応栄養分の溶出を抑えるのと水草を植栽しやすいのと、ケト土が表面からこんにちはしないようにみたいな考えのもとドバドバ入れました。というわけで、そんな完璧な低床をしっかりと水草で埋めるべく植栽していく水草を調達します。まず最初はいつものペットバルーン。生体を購入したついでにいくつか買ってきました。まず出てきたのはこちら、ロタラコインリーフ。なんか昔組織培養でも売られてたみたいで面白い名前だったから買いました。続いてはこちら、ルドビジアグランディローサ。ルドビジア系って種類あるけどあんまりいろんなの使ったことがなかったので購入。続いてはこちら、ロタラブラッドレッド。こちらは最近というかもう結構前になりつつある ADA と3パドマ社が組織培養でリリースしてから一躍有名になった赤系ロタラです。なんかこれの初出はもっと羽が丸い系のロタラだったようで、巷では今売られているブラッドレッドは偽物みたいな扱いです。個人的にはレディッシュと同じだと思ってるので、名前がかっこいいこと以外ブラッドレッドを選ぶ理由は皆無なんですが、ペットバルーンのものはどのブラッドレッドなのかを知るべく購入。おそらく組織培養から増やしたものだとは思いますけどね。続いてはロタラマニュピレンシス。名前がかっこいいこと以外はちょっと黄色っぽくなるうぞうむぞうのロタラと同じです。そんな感じで持っていない種類の鉛巻き水草をいくつか買いました。割と似通ったものを所持しているので取り立ててほしいというわけではなかったんですが、1束550円だからまあいいかということで購入。この中から長い長いスネール駆除期間を乗り越えたつわものたちだけが水槽に入水することを許可されます。続いて出てきたのはこちら、クリプトコリネスリーパドマシンドゥール。こちらはもはや定番の組織培養になりつつある、未だにクソでかくなった水中葉を見たことがない新種クリプトです。これガラスポットでいい感じに育成できてたんですけど、一度それを水中に入れたら速攻で溶けて、残ってた水上管理分もお世話サボってたら溶けたので再度購入。ちなみに先にネタバレしちゃうんですが、届いてきた時点で全て腐ってて、寒天培地から取り出す間もなく終わったので、これは水槽に入ってません。こうやって腐ってることが分かった状態で映像を見ると、明らかに色がくすんでるのが分かりますね。
すべての葉がきれいに同じ色で腐ってたので、不覚にも開けてしまったため、残念ながら返品はせず。続いて出てきたのはこちら、ハイグロフィラ SP チャイ。こちらは比較的最近、組織培養でリリースされ始めた育成難易度激高の水草です。がっつりピンクなその色はロマンあふれるんですが、水上では割と育てられるけど水中では難しい。ちなみにこれも前買っててガラスポットで水上栽培してるんですが、ものの見事にピンク色が抜けてふぬけたチャイになったため、水中で育成するために買いました。そしてこちらはおまけなんですが、管ガンも買ってます。なんで買ったのかは気が向いたら動画にするかもしれません。続いてはまさかのメルカリ便です。実は今回購入した出品者さんは以前も取引したことがあり、前出した水上栽培の動画で買ってたやつでお世話になってたんです。種類に関しても嘘偽りはなく、水上用で販売してくれており、スネールの混入の心配もないため今回も買いました。まず出てきたのはルドビジア・レペンス・ルビー。こちらは赤系のルドビジアで、代表格のスーパーレッドよりも大型になり、成長も緩やかなため管理しやすいかなと思って購入。続いて出てきたのはアラグアイア・レッドロタラ。最近スリーパドマの組織培養からもリリースされている淡い赤色になるらしい水草です。名前にロタラとありますが、学名はクフェア・アナガロイデアということで、正確にはロタラではありません。丸葉で葉脈がはっきりと浮き出る感じのおしゃれ水草で興味があったため購入。最後に出てきたのはアルアナの夕焼け。こちらは30センチキューブ気候石レイアウト水槽にも使用した名前がかっこいい赤系水草です。アルアナの夕焼けはもともと数本持っていたんですが、成長が遅く全然増えないため追加で購入。成長が遅く中継層にも使える上に葉が丸っこく可愛いため好きなんですよね。成長が遅くまっすぐ上に伸びるというだけで水草の中では希少性が高いです。続いてはアクアショップ便です。まず出てきたのはこちら、ブリクサジャポニカ。名前の通りジャパンにも自生しているブリクサで、よく出回っているブリクサショートリーフよりも若干小型で、おまけに成長も緩やかで管理がしやすいということで購入。ブリクサ系は使ったことがないので、どんな風に成長してくれるのか楽しみです。ただ、総じてカップ内の水草の状態がよろしくなく、ちゃんと育成できるかが心配。続いて出てきたのはこちら、ロベリア・カーディナリス。こちらはダッチアクアリウムにはなくてはならない水草で、この水草を使って道を作るのがダッチアクアリウムの王道です。まあ自分の水槽はあくまでも風なので、道にはせずしっかりとストック水槽のように植栽します。続いて出てきたのはこちら、ポゴステモンデカネンシス。こちらはビバさんも絶賛していたポゴステモンです。ブリクサジャポニカ同様、最近トロピカの組織培養で見かけるようになったので購入。組織培養市場は最近スリーパドマに占領されがちですが、トロピカも結構いろんな種類の出してきてて面白いです。やはりライバルがいるのは大事ですね。ちなみにポゴステモンは総じてでかくなる&めちゃくちゃ荒ぶるイメージがポゴステモン脱線で染みついているので、こいつもそうなる未来が見えます。まあ砂利だから多少は遠慮してくれるでしょう。続いてはこちら、プロセルピナカパルストリスキューバ。こちらは一度も赤くしたことがない赤くなるらしい水草です。成長も遅くなかなか増えないことと、 ADN の組織培養よりスリーパドマの方が赤くなる可能性に期待して購入。まあ絶対パッケージの絵みたいな赤にはならないんですけどね。続いてはこちら、セイロンロタラ。こちらはちょっと黄色くなるロタラの定番種ですね。これも管理を怠って水上キープ分が心もとなくなってきたため購入。本来いつでも水草使えるように栽培し始めたのに溶かしまくってて、これもう何のために水上管理してるかわかんねえな。続いてはこちら、インディアンクラッスラ。こちらも一度購入した水草で、めちゃくちゃ小さい葉を展開する繊細な水草です。成長も遅く、増えるより減るスピードの方が速いため、砂利ストック水槽で増やそうと思い購入。続いてはこちら、パールグラス。
こちらは見切り品のパールグラスです。今まで使っていたパールグラスは ADA のものではなかったのと、数も減ってきていたため購入。結構溶けてますが、ストック水槽で増やして他の水槽レイアウトに使いたいですね。続いてはこちら、アマニア盆栽。こちらはロタラ盆栽ですね。成長が遅めの中継層向きロタラです。昔はアマニア盆栽という名前で、現在はロタラ呼びが主流になっているようですが、この ADA パクリ組織培養はなぜかアマニア呼びで流通しております。このメーカーのは安くていいね。続いてはこちら、ウォータークローバー。こちらはほとんど聞いたことがない、おそらく全景層向けの水草です。新しく組織培養でリリースされた種類だとは思うんですが、何せ何も調べずに買っているのでわかりません。こんな感じで最近はトロピカの組織培養もガチでおもろいです。というわけで総勢18種類の水草を用意してスタートダッシュを決めていきたいと思います。といってもうち一つはすでに腐ってること確定してるんで、実際は17種類なんですけどね。結構高い水草も購入したのでなかなかの価格になっていますが、いちいち考えるのも面倒なので実質0円ということにしておいてください。これから増やしていけばお金が増えていくようなもんなのでタダですよ。これだけの種類を準備していたということで、視聴者さんにも自分のこの水槽に対する気合がだいぶ伝わったのではないでしょうか。あまりにも水草集めに本気になりすぎて、紹介するだけで動画1本の尺が解けたんですが、悔いはありません。本気でこの水槽は最近の水槽立ち上げでは一番ワクワクしているプロジェクトなので、成功することを祈っていてください。というわけで今回はここまで。